ケイタのある行動がチームに予期せぬ連鎖反動を引き起こしました。彼が始めたのは、収入の 10% を自分自身に投資するというたった一つのルール。それを続けて2ヶ月後、会議で学んだばかりのマーケティング知識を共有したまさにその時でした。退職を考えていた高橋がふっと顔を上げて言ったのです。私もそれを学びたいと。この一言がまさにドミノの最初の牌が倒れた瞬間でした。高橋の言葉に火がついたように、若手メンバーも次々と自分もやりたいと声を上げる。これこそが今回解説する強化の共鳴という現象なんです。たった一人の前向きな行動がチーム全体の文化そのものを根底から覆していく。その始まりの瞬間だったわけです。この全ての変化の起点、それは何かというと、ケイタが自分自身に課したたった一つのシンプルなルールでした。そう、収入の 10% を必ず自己成長のために投資するということです。これ、一見するとすごく個人的な努力に見えますよね。でも、この行動がまるで静かな水面に落ちた一滴の雫のように、チーム全体に大きな影響を与えていくことになるんです。この現象を我々は強化の共鳴と呼んでいます。つまり、一人の強化されたポジティブなアクションがまるで共鳴するかのようにチーム全体に広がって同じような行動の連鎖を引き起こすということですね。では、この共鳴は一体具体的にどういうメカニズムで起こるのか。これから3つのパターンに分けてその仕組みを解き明かしていきましょう。まず1つ目の共鳴パターン、それはスピードの強化です。ここでケイタが取った行動が非常に興味深い。彼は部下の高橋からの報告について、その内容ではなく全く別の点に注目したんです。彼が褒め強化したのは、その報告がなされた速さそのものだったんですね。ここでの一番のポイントは、ケイタが評価の軸を何を報告したかではなく、いつ報告したかに置いた点です。報告が早いね、完璧なタイミングだ。たったこれだけの一言がチーム全体の行動規範をガラリと変えてしまいました。メンバーたちの意識が、完璧な内容をまとめてから報告しようから、いや、まずはいち早く情報を共有しようへとシフトしたんです。その結果、チーム内の情報の流通速度が劇的に向上したわけです。これはまさに斉藤ひとり氏が説く勇気ある行動と言えるでしょう。たとえ情報が不完全であったとしても、まずは行動を起こして報告する。これには実は結構勇気がいることですよね。その勇気そのものをリーダーが明確に認めてあげる。そうすることで、ここでは行動そのものが評価されるんだという文化が醸成されていく。これが共鳴の第一歩の波紋というわけです。では、2つ目の共鳴パターンに進みましょう。それは創造性の強化です。このパターンが生まれるきっかけとなったのは、ある若手社員、田中の一見すると少し無謀にも聞こえるような大胆なアイデアでした。ここでケイタが何をしたか。彼はそのアイデアが実現可能かどうかを議論する前に、まずその発想そのものを褒めたたえたんです。その視点はなかったな、すごく面白いと、この一言がチームに送ったメッセージは非常に強力でした。つまり、このチームではどんな突飛なアイデアも歓迎されるということです。この瞬間、多くのメンバーが心の中に持っていた、こんなこと言ってバカにされたらどうしようという無意識のブレーキが一斉に外れたんです。そして、この文化の変化は単なる雰囲気の話で終わったわけではありません。具体的な数字として結果に現れました。チーム内でのアイディアの提案量がなんと以前と比べて3倍にまで増加したんです。これは心理的安全性、つまり安心して発言できる環境がイノベーションにいかに直結するかを示す非常に明確な証拠と言えるでしょう。これは森博氏の言葉にも通じます。彼は、人はやりたいことを最優先にするとき、本来の力を発揮すると言っています。ケイタが取った行動は、まさにチームメンバー一人一人が持っているもっと貢献したいという内なる情熱に火をつけたようなものだったのです。さて、最後の3つ目の共鳴パターンです。これはこれまでの中で最も強力で、そしておそらく最も実践が難しいものでしょう。それはリーダーが失敗というものにどう向き合うか。まさにこの一点がチームの未来を大きく左右する決定的な分岐点となるのです。
あるプロジェクトでかなり大きなミスが発覚しました。その時、高橋はすぐに、これは私の判断ミスですと自らの責任を認めたんです。多くのリーダーならここで叱責の一つもしたくなる場面かもしれません。しかし啓太は全く違いました。彼は注目し評価したのは、起きてしまった失敗そのものではなく、その失敗に対して誠実に向き合いすぐに報告したという行動だったんです。君のその正直な報告のおかげで被害を最小限に抑えられた。この言葉がチーム全体に何者にも代え難い絶対的な心理的安全性をもたらしました。ここでも斉藤ひとり氏の教えが響きます。問題はあなたが成長するために必要だから起きる。この視点を持つと、失敗はもはや罰するべき対象ではなく、チームが次に進むための貴重な学習データへと変わるんです。失敗そのものではなく、失敗に対する誠実な報告と対応を強化する。これこそが強化の共鳴のいわば完成形と言えるでしょう。この文化がもたらした成果は本当に目覚ましいものでした。わずか半年という期間でチーム全体の生産性が実に 40% も向上したのです。メンバーが失敗を恐れずにどんどん新しい挑戦ができる。そんな環境がいかに強力な成長エンジンになるか、この数字がそれを物語っています。そして数字以上に重要な成果がもう一つ。物語のきっかけとなった高橋の退職したいという気持ちが完全に消え去ったんです。つまりこの強化の共鳴を生み出すリーダーシップは、単に生産性を上げるだけでなく、従業員の定着という経営における最も重要な課題の一つを解決する力を持っているということなのです。ここで今回の3つの共鳴パターンの背景にある哲学を整理してみましょう。斉藤ひとり氏の勇気ある行動を促す考え方、そして森博氏の内なる創造性を解放する思想。この2つの哲学が組み合わさることで、スピード、創造性、そして失敗からの学習が促進されるハイパフォーマンスなチームが生まれるわけです。さて、ここまでの話をまとめますと、収入の 10% を自己投資するというルールは、決して単なる個人的なスキルアップのためだけのものではないということです。むしろあなた自身が変化の触媒、つまりカタリストとなって周囲の人々の成長までも引き起こす非常に強力な仕掛けとなり得るのです。この自己投資というものをぜひ長期的な視点で捉えてみてください。加賀谷圭一氏がお金は歴史で儲けなさいと説いたように、今日始めるこの 10% の投資が10年後、20年後のあなたのキャリアを全く違うステージへと導く可能性があります。あるいは森博氏が趣味への投資から20億円もの資産を築いたように、今日の小さな一歩が未来のあなたに想像もできないような選択肢をもたらすかもしれません。では、この共鳴の連鎖を始めるために今日からできることは何でしょうか。ステップは3つです。まず1つ目、収入の 10% を自分に投資すると決めること。2つ目に、その学びのための環境、時間を作ること。そして3つ目、これが最も重要ですが、今日あなたの周りの誰かのポジティブな行動を一つ見つけて、即座にそれを褒めること。今のすごくいいねと。強化の共鳴はその一言から始まるのです。最後に一つ、あなた自身に問いかけてみてください。あなたの 10% 投資はあなた自身の未来を変えるだけでしょうか。それともあなたの周りにいる大切な誰かの未来も変える力を持っているのでしょうか。強化の連鎖の最初のきっかけは常にあなたのその小さな一歩です。今回の解説、強化が強化を呼ぶ瞬間があなたのチームやキャリアに良い変化をもたらすきっかけとなれば幸いです。このシリーズを通じてさらに学びを深めていきたいと感じた方は、ぜひチャンネル登録をして次回の配信もお待ちいただければと思います。